ちなみに鋼材と鉄板の生産量のベストバランスは1対1ですが、ちなみにグレネードはファイターの巣を破壊するために使うだけでなく、ちなみに油性の原油は掘れば掘るほど再現性あり、ファクトリオスペースエイジを攻略パート4。今回も前回に引き続き視聴者さんからのリクエストにお答えシリーズ第4弾、誰でもモッドなしデフォルト設定でファクトリオスペースエイジを攻略する方法について解説します。前回の動画を振り返ると、まず汚染を全く気にすることなく大規模な精錬所を作って、次に今後大量に必要となる電子基板の生産ラインを作って、最後に工場建設に欠かせない組み立て機や高速インサーターなどを大量生産する製造ハブモールを建設しました。今回はこの続編ということで、まず赤と緑のサイエンスパックを量産し研究を一気に進めて、次に自動車とグレネードでファイターの巣をまた破壊して、最後にタンクをこれでもかというぐらい並べた油性を建設します。ぜひ最後までご覧ください。チャプター1、鋼材とグレネードの生産体制の整備。ここからはポンプジャックやエンジンユニットの材料となる鋼材の量産体制を整備します。また遠くの少し大きめのバイターの巣を駆除するためグレネードの生産も始めます。ちなみに鋼材とグレネードは実は必要な材料が同じです。まず精錬床も1レーン追加で作ります。鉄鉱石を乾燥ベルトで引き込んで、乾燥ベルトを敷設して石のろ48個を並べてインサーターを並べるまでは同じです。ここが鋼材の生産ラインとなります。まず石のろ12個両側に24個並べて、次にインサーターをずらっと並べて乾燥ベルトをダダダッと敷設します。最後に鉄板が搬出される搬送ベルトを逆向きに敷き直して鋼材の生産レーンに流し込めば完成です。鋼材は今後大量に使うのでバッファーでたくさん作りためておきましょう。ちなみに鋼材と鉄板の生産量のベストバランスは1対1ですが、今回はグレネードなどを同じラインで生産したいので鋼材の生産量は鉄板の半分にしています。ここでついでにグレネードを作ってしまいます。組み立て機と鉄製チェスト、高速インサーターやロングアームインサーターをセットすれば完成です。ちなみにグレネードはファイターの巣を破壊するために使うだけでなく、なぜかサイエンスパックの材料となるなど用途がたくさんありますので、チェストいっぱいに作りましょう。チャプター2、赤と緑のサイエンスパックの量産。鋼材とグレネードを作りためている間に赤と緑のサイエンスパックの量産体制を整備し、研究による原油組み上げ技術のアンロックを目指します。最初に作った研究所と組み立て機の工場はもういらないですので撤去してしまいましょう。またマップの開拓も完了している頃合いなのでレーダーも止めてしまいます。オルトキーを押しながら D キーをクリックして解体プランナーモードにしてレーダーをドラッグするとレーダーを止めることができます。レーダーの消費電力を 2.4 メガワットから300キロワットに減らせるのでかなりエコです。サイエンスパック工場の作り方は簡単。まず上下に6台ずつの組み立て機を設置し、赤サイエンスパックと緑サイエンスパックにレシピ設定します。次にインサーターをこんな感じに並べて、最後に分配機や搬送ベルトをこんな感じに付設すれば完成です。バッファーも忘れずに作りましょう。赤と緑のサイエンスパックが混ざってしまうのでフィルタ設定も忘れずに、最後に邪魔な木をグレネードで伐採して研究所ずらっと設置して、ロングアームインサーターと高速インサーターでつなげれば研究の準備は完了です。この後青サイエンスパックや黒サイエンスパックも搬送するので隙間を空けて研究所をセットしています。ここでテクノロジーツリーを開いて
太陽光発電、軍事技術、流体力学、原油組み上げ技術などを研究予約の級に入れておきましょう。研究が終わったら他の研究も順次進めていきます。この後原油を採掘してパイプラインを作って引き込むために大量のパイプと地下パイプが必要になりますので、最初に作った鉄の歯車工場のレシピ設定をパイプと地下パイプに変更しておきましょう。もし燃料切れになっているようならばここで補充をしておきましょう。チャプター3、エンジン、歯車、パイプ工場の建設。赤と緑のサイエンスパックによる研究が完了するのを待っている間に、原油処理に必要な建材の材料となるエンジンユニットなどを量産できる体制を整えましょう。まず組み立て機2を9台並べて鉄の歯車とパイプを4台、エンジンユニットを1台にレシピ設定します。次に高速インサーターとロングアームインサーターをこんな感じにレイアウトします。最後に搬送ベルトと地下搬送ベルトをこんな感じにレイアウトして鉄板のフィルター設定をした分配器を設置すれば完成。このようにゴーストで設定をした上で実物を設置すると無駄がないです。鉄の歯車とパイプはバッファーを設置して作りためておきます。フィルタ設定を忘れずにしておきましょう。またエンジンユニットは鉄製チェストを設置して貯めておきましょう。鋼材、パイプ、鉄の歯車の搬送ベルトをこんな感じで延伸してロングアームインサーターの組み立て機に鉄の歯車を運んでおきます。この搬送ベルトの交差点にはいろいろな材料が集まりますので、銅板もこんな感じで引き込んできてしまって、こんな感じで組み立て機にとインサーターとチェストを設置してソーラーパネルを作っておきます。ちなみにここで作ったソーラーパネルは手で設置するのは大変なので後ほど建築ロボットで設置します。お楽しみに。チャプター4、石レンガと防壁の生産ラインの建築。このチャプターではこれから製造する原油精製所や鋼鉄の炉の材料として必要となる石レンガの生産ラインを作ります。まず石の鉱脈に移動して電動掘削機を設置していきます。最初に作った石の炉の工場はもう使えませんのでここで撤去してしまいます。電動掘削機で採掘する石は搬送ベルトで拠点まで運び込みます。拠点に到着したらまず搬送ベルトをこんな感じで敷設して石の炉12個をずらっと並べて石炭を充填するために燃料式インサーターを並べて最後にロングアームインサーターをこんな感じで並べれば完成です。出来上がった石レンガと石はこんな感じにチェストに保管しておくと便利です。また黒サイエンスパックの製造に必要な防壁や今後大量に必要となる石の炉と埋め立て地の工場もここで一緒に作っておきましょう。チャプター5、黒サイエンスパックの製造。後ほど地雷などをアンロックするときに必要になりますのでここで黒サイエンスパックの工場を作って作りためておきます。まず黒サイエンスパックの最後の材料貫通弾薬の製造工場をこんな感じに建設します。次に組み立て機インサーターとチェストを設置して組み立て機に黒サイエンスパックのレシピ設定をすれば完成です。グレネードと防壁をチェストに入れておけば黒サイエンスパックを作っておいてくれます。ちなみにこの工場で黒サイエンスパックをゆっくり時間をかけて1000個ほど作ることになります。チャプター6、自動車とグレネードでバイターの巣屋上。進化係数が 20% を超えると中型バイターが登場してきますのでこのタイミングで近くのバイターの巣を破壊していきます。エンジンユニットを回収して自動車を作りグレネードをたくさん持って出陣。自動車の操作は慣れないとちょっと難しいですよね。ちなみに設定のキーコンフィグでプレイヤーで移動するように自動車を操作できる
進行方向指定モードに変更することもできます。バイターの巣に近づいたら一度車から降りて深呼吸をします。最初に外してしまったハンドガンと弾薬はここで装備をし直しておくのがいいです。グレネードを片手でコイコイ投げ込みながら、同時にハンドガンを発砲しながら、なるべく小型ワームから距離を置きつつちょこちょこちょこと小刻みに動きながら中心に向かって渦を巻くようにファイターの巣に向かっていくと、比較的安全にファイターの集落を破壊できます。慣れないうちはヘビーアーマーを装備したり、物理ダメージや武器連射速度や強化爆薬の研究を進めておくと、バイターの巣をより簡単に駆除できます。試しにヘビーアーマーを装備して物理ダメージにまでアンロックした状態で突撃してみました。被ダメージがだいぶ軽減されたことによる安心感と、弾薬一発のダメージが格段に上がったことにより、バイターの巣を駆除する難易度がガクッと落ちた感じがします。ちなみに強化爆薬2の研究が完了すると、グレネードたった一発で木を根こそぎ伐採できるようになります。バイターの巣の駆除も終わったので、これで汚染を全く気にする必要がなくなりました。チャプター7、原油採掘場の建設。いろいろな準備が整いましたので、発電基盤や爆薬の製造に欠かせない原油の採掘を始めます。まずはマップで油井の場所を探します。拠点の右下部分に大きな油井を発見。原油はパイプラインを構築して運ぶのですが、今回はこんなルートでパイプラインを敷設することにしました。ポンプジャックを手に取ると、油井の部分に緑色の枠が出てきます。まず油井にポンプジャックを敷設してパイプでつなぎます。なるべくパイプの距離が短くなるようにこんな感じで敷設するのがいいです。地下パイプを使うとこんな感じですっきりします。次に配電のため拠点から小型電柱を引っ張ってきます。ちなみに行く手を阻む邪魔な木はグレネードで根こそぎ吹き飛ばすと時短です。拠点から小型電柱を引っ張ってきたらポンプジャックに漏れなく配電します。最後に拠点までパイプと地下パイプを使って原油を運ぶパイプラインを作れば完成です。ちなみに油井の原油は掘れば掘るほど採掘速度と埋蔵量が落ちていくので、これでもかというぐらいタンクを設置して溜め込んでおくのがおすすめです。ポンプをつけないとパイプを流体で満たせません。忘れずに設置をしましょう。今日はここまで。今回の動画はいかがでしたでしょうか？なるほどとか面白いと思ったテクニックはいくつ見つけられましたでしょうか？動画制作の励みになりますので、ぜひコメント欄で教えてください。またファクトリオで遊んでみようかなとか、もっとこうしたらうまくいくんじゃないかななど、少しでも皆さんの気づきになることをご紹介できていればとても嬉しいです。この動画でお知らせできなかったテクニックはショート動画でもご紹介しています。もしよろしければ再生リストからご視聴ください。この動画が参考になりましたら嬉しいです。ぜひいいねとチャンネル登録をお願いします。また次の動画でお会いしましょう。皆さんも試してみてね。